にちは、めぐです。今日は桃太郎という物語を紹介します。これはとても有名な日本の昔話で、知っている人も多いと思います。桃太郎は鬼と戦うヒーローの名前ですよね。でも、今日の桃太郎は皆さんが知っている桃太郎ではありません。日本の有名な作家、芥川龍之介が書いた桃太郎。この桃太郎はとても怖い桃太郎なんです。今日は怖い桃太郎の物語を紹介します。昔々、ある深い山の奥にとても大きな桃の木が一本ありました。この桃の木の枝は雲の上まで、根は地面の下のとても深いところにまで広がっていました。実はこの桃の木は日本の古い神様であるイザナギが鬼と戦った時、その鬼に投げた桃の木なのです。この桃の木は1万年に一度花を開き、1万年に一度桃の実ができます。きれいな赤い花びらで、桃の実はとても大きいものでした。しかし、それよりも不思議なのは、その実の中にかわいい赤ちゃんが一人ずつ入っていることでした。ある日、鳥がその実を食べようと飛んできました。鳥が食べようとしたとき、桃の実は落ちてしまいました。桃が落ちたのは川で、そのまま人間のいる村へ流れていきました。そして川で洗濯をしていたおばあさんがその桃を見つけました。ここからはあの有名な物語、桃太郎と同じです。おばあさんは桃を家に持って帰り、仕事から帰ってきたおじいさんと2人で桃を食べようと切りました。すると、その中にかわいい赤ちゃんがいました。赤ちゃんは男の子でとても元気に育ちました。名前は桃から生まれたので桃太郎です。ある日、桃太郎は鬼と戦うために鬼が住んでいる鬼ヶ島に行くことを決意しました。それはなぜかというと、おじいさんとおばあさんがしている畑仕事をするのが嫌になったからです。桃太郎からその話を聞いたおじいさんとおばあさんは安心しました。なぜなら二人は桃太郎が仕事をしないで悪いことばかりしているので困っていたからです。二人は刀や旗など戦うための準備を急いでしました。桃太郎が出発するときはきびだんごという甘いお菓子を作って持たせました。桃太郎が歩いていると一匹の大きな野良犬がいました。その犬は桃太郎の持っているきびだんごが入った袋をじっと見ていました。すると犬が桃太郎に話しかけました。こんにちは、桃太郎さん。桃太郎さん、その袋の中には何が入っているんですか？これは日本一のきびだんごだ。本当は日本一かどうか桃太郎にはわかりませんでしたが、桃太郎は元気に答えました。犬はきびだんごだと聞くと、桃太郎のそばに歩いてきました。一つください。桃太郎さんと一緒にどこへでも行きますから。それを聞くと桃太郎はそろばんで計算を始めました。一つはダメだ。半分あげよう。犬はしばらく一つくださいと言い続けました。しかし桃太郎は何度も半分あげようと答え続けました。最後には犬は諦めてきびだんごを半分もらうことにしました。そして桃太郎の家来として一緒に鬼ヶ島へ行くことになりました。それから桃太郎は犬の他にもきびだんごを半分あげて猿やキジを家来にしました。しかし、この犬と猿とキジはあまり仲が良くありませんでした。犬は猿をバカにしていて、猿はキジをバカにしていました。そして、
キジは犬を馬鹿にしていました。彼らは喧嘩しながら鬼ヶ島へ向かっていたので、桃太郎は大変でした。ある日、猿が、きびだんご半分だけで鬼と戦うなんて、もっときびだんごが食べたい、と大声で言いました。すると、犬が吠えながら猿を噛み殺そうとしました。それを見て、キジが急いで止めました。桃太郎は猿を見ながら冷たく言いました。わかった。猿、お前はもう一緒に来なくていい。その代わり、鬼ヶ島の宝物は一つもあげないからな。宝物と聞いて、猿の目の色が変わりました。え？宝物？鬼ヶ島には宝物があるのですか？ああ、何でも好きなものを出せる小槌という宝物があるらしい。では、その小槌からたくさんの小槌を出せば、一度に何でもたくさん手に入るというわけですね。それはいい話です。すみません。どうか私も連れて行ってください。お願いします。そして桃太郎たちは急いで鬼ヶ島へ向かいました。鬼ヶ島はとても自然のきれいな島でした。大きな木がたくさんあって何匹もの鳥が鳴いていました。自然の中で生活している鬼たちは平和を愛していて幸せに暮らしていました。鬼たちは琴を弾いたり歌って踊ったりとても楽しそうでした。鬼の妻や娘たちは着物やお酒を作ったり花を育てたり人間と同じような生活をしていました。鬼のおじいさんやおばあさんはいつも孫の世話をしていて孫に人間がどれほど怖いか話していました。孫はおばあさんに聞きました。おばあちゃん、人間ってどんな動物なの？人間はね、私たちみたいに角がなくて顔や手が白いんだよ。それに人間の女はその白い顔にもっと白い粉をつけるんだよ。それだけならいいんだけど、男も女も同じように嘘はつくし、人間同士で殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、本当に怖い動物なんだよ。こんな平和な島に桃太郎が来ました。鬼たちは怖い桃太郎が来て、とてもびっくりして逃げました。桃太郎は大声で言いました。行け！鬼を見つけたら一匹残らず殺せ。それを聞くと、犬、猿、キジは鬼たちを追いかけて殺しました。あの平和だった鬼ヶ島はもうありません。島のあちこちに死んだ鬼たちがいて、鳥の声はもう聞こえません。桃太郎は生き残った鬼に言いました。今日はこれで終わりにしてやる。その代わり、この島の宝物を全部もらう。はい、かしこまりました。しかし、なんだ？私たちはあなた様に何か失礼なことをしたのでしょうか？どうして私たちは殺されなければならなかったのでしょうか？桃太郎は笑いながら言いました。私は日本一の桃太郎だ。この桃太郎が3匹の家来を連れて、この鬼ヶ島に悪い鬼を倒しに来たのだ。はあ。では、どうしてその3匹の方々を家来になさったのですか？それは、鬼ヶ島に行く途中できびだんごをあげて家来にしたのだ。もういいか？まだ何か聞くのなら、残ったお前たちも殺してしまうぞ。鬼たちはびっくりして、すみません、と言いながら深くお辞儀をしました。日本一の桃太郎は、犬、猿、キジの3匹と鬼ヶ島の宝物を持って村へ帰りました。これは日本中の子供たちが知っている話です。しかし、桃太郎の人生は必ずしも幸せだったわけではありません。鬼ヶ島にいる鬼たちは時々島を出て村に来ました。そして、キジや猿を殺して桃太郎の家に火をつけて桃太郎を殺そうとしました。桃太郎はいつも怖がっていました。ある日、若い鬼たちは島の海岸で話しています。俺たちがこの島を変えるんだ。人間に復讐しよう。あの平和だった鬼ヶ島はもうありません。今は岩だけの怖い島になってしまいました。1万年後、深い山の奥にある
あの大きな桃の木に桃の実ができました。桃の実の中には赤ちゃんがいます。皆さんが知っているヒーローの桃太郎もこの中にいるでしょう。ありがとうございました。ではまた。